こんにちは、漢方チャンネルの平地はるみです。今日は滑り比喩生薬名馬試験を紹介させていただきます。滑り比喩は畑の脇なんかにたくさん生えて、畑なんかをやる方にとってはどんどん増えるので困った雑草という扱いなんですが、実はとっても薬効の多い生薬です。山形県では郷土料理なんかにも使われると聞いたことがありますが、種まで、5色含まれているという。根っこが白、そして茎が赤、花が黄色、種が黒、葉っぱが緑ということで5色を全部含んでいるので五色草というような別名もあります。生薬としては乾燥したものを用います。これが滑り比喩になります。近くに似ている毒草の、小錦草っていうのがあるんですけど、これはですね、こうピチッとやると白い液体がこのように出てきて、これが見分け方のことになります。滑り比喩は熱を冷ます清熱作用、解毒作用、利尿作用が強いので、冷え性の人や妊娠中の方は食べるのを控えた方が良いかと思います。特に妊婦さんは子宮収縮作用がありますので、多食するのは控えてください。触ると厚みがあります。先ほどの毒草の小錦草と違って、パキッとこう折っても白い汁は出てきません。ちょっとわからなくなっちゃったら、さっきの、白い液体がこう切ると出てくる小錦草は毒草ですので、そこはちょっと気をつけてみてください。慣れてくるとすぐ見てわかると思うんですけども、で茎はこのように、太いものから細いものまであって、これの小さいものがちょっと先ほどの小錦草なんかと混ざってるとちょっと見分けにくいのかなと思います。この、全部使えますので、これをまずこれからお料理していきたいと思います。シュウ酸が多く含まれますので、そのまま大量に食べると腎臓結石とかそういう石ができる恐れがある、ほうれん草なんかもそうなんですけどもあります。湯がいてから食べていただければと思います。で食べるとちょっとぬるっとした感じの感触と、それから少し酸っぱい味ということで、ちょっとこう独特のぬめりもありまして、私はとても好きなんですけども、いろんなお料理にすることができます。今日も何種類か簡単なレシピを紹介したいと思うんですけれども、滑り比喩は、この夏の暑い時期にどんどん増えているわけなんですけれども、この炎天下の中でも潤いを失わずみずみずしい多肉植物なので、炎天下でも干からびずにこう繁殖するということで、かなり生命力の強い草なんではないかと思います。オメガ3を多く含んでいます。韓国なんかではこのみずみずしさを失わないということから化粧品なんかにも応用されているようで、滑り比を原料にしたコスメが販売されていると聞いたことがあります。はい、ではまず滑り比喩の下処理の仕方ですけれども、お塩を1つまみ沸騰したお湯に入れまして、そしてここに先ほど取った滑り比を入れて少し茹でます。滑り比喩にはシュウ酸が多く含まれますので、大量に摂るとやはり腎結石とかそういうリスクが出てきますから、一応このように下
下処理でアク抜きをします。4、5分程度茹でて、そしてしばらく放っておけばもう大丈夫ですので、この後お水にさらしてもいいですし、このようにまずは沸騰させて、4、5分茹でてから放置するという作業を行ってください。茹でてアク抜きをした滑り比喩です。これを作って何品か、おかずができるわけですけども、まず1つ目はこのただ茹でただけのものに、お醤油とか鰹節をかけておひたしにするのもいいと思います。あとはですね、お塩を、振りして、適当にですね、こう振って、ここにごま油を少し垂らして、これをあえてそして最後にごまをかけるとナムルの出来上がりです。もう一品はお醤油味の炒め物です。私はビビンバの具にゼンマイの代わりにこの滑り比喩で作った炒め物を入れることが多いのですが、ちょっと強火でカリッと炒めると美味しいです。炒めて最後にお醤油を垂らして少し焦がして終わりです。はい、3品目はやはりお味噌汁なんですけども、つゆ草の時と同じように1杯分のお味噌をこのようにお茶碗の中で香りを出してから、ここにお水を入れて味噌を溶いて、そしてここに先ほどの滑り比を入れます。そしてお湯を足して、これで出来上がりです。これで今日のお昼のおかずができました。お味噌汁とナムルと醤油炒めです。とても夏に葉物野菜ってちょっと貴重だと思うんですけれども、どんどんはびこって増えている、ちょっと嫌われ者になりがちな滑り比喩なんですけれども、実は美味しい生薬でもありますので、ぜひ今日の簡単なレシピから試していただければと思います。ではでは。